はい、ビデオグラファーの声フィルムマサです。いやいやめちゃくちゃやばいですと。今日の動画なんですけど、iPhone に Filmic Pro っていうアプリがあるんですけど、そのアプリを使えば 10bit422 のプロレスの撮影が iPhone で可能になったと。今日リリースされて、その件についてレビューをしていきたいなと思っております。まず初心者の方、プロレスって何ぞやって思うかもしれないんですけど、とりあえずめちゃくちゃ綺麗に iPhone でも動画を撮れるような収録方法ですよと思っていただければなと思います。で、後ほど初心者の方にも分かりやすくプロレスって何ぞやっていうことをお伝えするんで、引き続き見ていただければなと思います。で、最近プロレスっていうのが話題になっていうのも iPhone13 が先日発売されて、今年中に iPhone13 Pro でプロレス撮影が実装されるとApple から公式にアナウンスがあった中で、Apple より一足先に Filmic Pro っていうアプリでプロレス撮影が実装されました。で、この動画ではそのプロレス撮影のレビューをしていきたいなと思っていて、具体的な内容としては、そもそもプロレスってなんやねんっていうところを初心者向けにまずはお話しします。で、その後プロレスってすごいのねと、じゃあどれぐらいすごいのかっていうところをプロレスの撮った素材をですね、今日撮ってきたんですけども、それと通常の H264 の撮影素材を比較して、こんなにすごいんだと、いやいやそんなすごくないなみたいなところをですね、体感していただければなとこの動画では思っております。一方でデメリットもいくつかあるので、そこのデメリットをお伝えしたいなと思っているのと、プロレスが実装された、じゃあ実務的に使えるのかっていうところをですね、僕の普段の仕事だったり経験を踏まえて、個人的な意見をお伝えしていきたいなと思っております。で、今日実際にリリースされてすぐに動画出したかったので、結構ちぐはぐな面もあるかもしれないんですけど、そこのところだけご了承いただければなと思っております。では本編行ってみましょう。まずはプロレスってなんやねんっていうところ、初心者向けにお伝えしていきたいなと思っております。プロレス知ってるよっていう方は動画を飛ばして見ていただければなと思います。で、プロレスっていうのはめちゃくちゃ綺麗な映像を撮れる映像圧縮技術だと思ってください。動画っていうのは写真と比べるとファイルのサイズがめちゃくちゃ重いです。なんでかっていうと、映像1秒あたり24枚から30枚の写真でできているので、例えば1分の動画だと写真2000枚弱分の容量になります。だから動画っていうのは容量がめちゃくちゃ重いんですよと。で、ファイルサイズが重いと不便なので、そこのところサイズ圧縮しなきゃいけませんと。ファイルサイズはなるべく軽くして、でも画質は落としたくなくて、そこそこ綺麗にしなきゃいけない。そんな風に映像を圧縮したのを H264、MP4 ファイルですね。皆さんがよく使っている拡張子の MP4 映像コーデックが H264 の動画っていうのが、画質はそこそこ綺麗で、ファイルサイズっていうのがそこそこ軽いですよと、そういうものになっております。で、プロレス撮影っていうのは画質をめちゃくちゃ綺麗にして、その分めちゃくちゃファイルサイズが重いんですよと。そんな感じの映像圧縮技術を用いた収録方法になっております。プロ用の映像機材では当たり前にプロレスっていうのが使われていて、僕の使っている BMPCC4K6K ではプロレスの撮影っていうのができます。プロレスファイルってめちゃくちゃ大きいっていうふうにお話をしました。で、例えば今回 iPhone13 Pro で撮影したプロレスの1分の動画の容量っていうのが 3.5GB ぐらいあります。MP4 で撮影した時よりも何倍も大きいんですね。さすがに大きいやろってことで、プロレスの中でも実はいろんなファイルサイズのものを選んで撮影ができるんですね。で、それがプロレス 422HQ、プロレス 422、422LT、422プロ騎士です。で、もっといろんな種類があるんですけど、一般的かつ実務的なのはこの4種類です。422HQ もしくは422が基本で、もちろん予算や配信する媒体によって違うので、プロじゃない方っていうのは自分の保管しておく SSD の容量と相談したり、これからお見せする比較の映像を見て、どれで収録すればいいのかなみたいなところを決めていただければなと思っております。で、まとめると、プロレスっていうのがファイルサイズがめちゃくちゃでかいですよと。で、その代わりに画質をめちゃくちゃ綺麗に圧縮してくれてますよと。で、そしてファイルサイズがでかいから、プロレスの中でもいくつかの圧縮パターンの動画の形式がありますよと。そんな感じになっております。じゃあ次に実際にプロレスで収録してきた動画を見ていただきたいなと思っております。まずはプロレスの 422HQ っていう今回 Filmic Pro で収録できる一番画質のいいものになっております。それがプロレス 422HQ です。次に iPhone のカメラで 4K でオートで撮ったものになります。一見するとそんなに違いっていうのがわからないなっていうふうに思うかもしれないんですけど、ちょっと拡大してあげるとやっぱり普通の iPhone で撮った方が
ノイズっていうのが結構出るなっていう印象になります。かつそれに加えて10ビット422で収録しているので、やっぱりカラーグレーディングのできる幅みたいなところっていうのは、断然こっちのプロレスに軍配が上がるのかなと思っております。次にプロレスの 422LT と最後にまた普通の iPhone の動画になります。はい、ちょっと簡単な動画見ていただきました。結論、画質の面で言うと、やっぱりプロレスで撮った方が、ある程度いいのかなというところと、カラーグレーディングのしやすさみたいなところは、プロレスの方が軍配が上がるかなと個人的には思いました。で、デメリットのファイルサイズめちゃくちゃでかいよっていうところなんですけど、1分の動画でプロレスの 422HQ がだいたい 3.5GB で、422が 2.3GB で、422LT が 1.1GB ですね。一方で iPhone の普通の 4K で撮ったものが276メガになっております。はい。結構簡単なレビュー動画だったんですけど、いかがだったでしょうか。やっぱり結構小さな違いかなと思う一方で、やっぱり編集のしやすさみたいなところっていうのは、確実にプロレスの方がやりやすいなっていう風なのは実感したかなと思います。今度時間ある時にがっつりプロレスでちょっと作品みたいなところを撮ってみて、どんぐらいいいのかなみたいなところを、動画にしてあげられたらなと思っております。で、プロレスの撮影が iPhone でできるようになったというところで、じゃあ実務で使えるのと、ウェブ広告とか、映画とか、ミュージックビデオとかで使えますかっていうところなんですけど、結論ですね、使える機会っていうのは正直少ないかなと思っております。要は10ビット422プロレスの iPhone で撮影ができるようになったからといって、iPhone をわざわざ使う必要がある現場っていうのは結構限られるなと。てかほぼほぼないなっていう感じですね。iPhone 使わなくてもいいじゃんと。α7S3 でいいじゃんと。BMPCC でいいじゃんと。Canon の C70 でいいじゃんみたいなところになってきちゃうんで、正直パッと実務で iPhone 使えるかって聞かれると、正直パッとは思いつかないですね。使えるところあるんかなみたいな感じですね。はい。ということで結構簡単にかつちょっと雑なレビュー動画とか感想になってしまったんですけど、ちょっとなるべく早めに Filmic Pro で10ビット422のプロレス収録ができるようになったよっていうところをお伝えしたかったのと、プロレスって何ぞやっていうところをしっかり伝えたかなと思うので、少しは皆さんの役に立ってたのかなと思っております。少しでも役に立ったと、何か得られるものがあったと思ってくださったら、高評価とチャンネル登録いただければ嬉しいです。はい。本日はありがとうございました。